にちは。今日は長崎大学のオランダ学科の日蘭日の友達がオランダに来て、日蘭日も YouTube チャンネルを作ろうと思ってたので、一緒に撮影しようと決めました。日蘭日のオランダ語はめっちゃ上手だと思うので、日蘭日のオランダ語力と私の日本語力をテストするために JOPT N1 とオランダ語力テストの C1 Toets を受けたいと思います。罰ゲームとして負けた人は相手の母語でちょっと面白い文章を言わなくてならなくて前半は日本語でやりたいと思って後半はオランダ語ですけどとりあえずちょっとこちらの自己紹介をしようと思います。はいどうぞ。ありがとうございます皆さんはじめまして。長崎大学多文化社会学部多文化社会学科オランダ特別コースっていうすごい名前のところで、勉強してきました日蘭リーチェです。オランダについて4年間勉強する場所なんですけど、休学もあって私の場合は5年間勉強してきました。で、3年生の後期から4年生前期にかけてジョージアが勉強している、ライデン大学の人文学部オランダ学科に留学して、そこでもっと勉強してっていう感じですね。で、実は私がそのライデン大学にいた時はジョージアとは会ったことがなくていたはずなんだけど、会ったことがなくて、長崎にジョージアが留学に来た時にそっちで知り合いました。よかったですね。よかったそうで、それからだんだん友達になって、オランダ学科ではテイクランチという、オランダ語会話クラブもあって、日蘭日と私もよく参加してて、で話しながら友達をいっぱい作って、楽しかったね。楽しかった、本当に。なんか私は留学が終わって帰国してからオランダ人があんまりいない状態でしばらく過ごしてたから、一気にいっぱいオランダ人が来て、ドキドキするね。そうで、もともと知ってる人がほとんどいなかったから、知ってる人にとりあえず話しかけて、そこからなんかいろんな人につないでもらってっていう感じだったんだけど、ジョージアもそんな感じで、なんか他の人と喋ってる時にたまたまジョージアがそのオランダ人の他の友達に話しかけて、ついでに私もホイホイ本当に私たちの友情はなんかオランダと日本のつながりとして感じて、またよかったね。本当によかったそういえば大学生として日本語を勉強してて改めて思ったことがあるんですけど、やっぱり実際に話さないと会話力が伸ばないっていうものなんですね。オランダに帰ってからやっぱり日本語の話す力が下手になってしまったので、italki っていうオンラインプラットフォームを使い始めたのです。私も実際に italki を使って日本語を練習してるんですけど、すごくいいのが先生によって教え方が違いますから、自分に合ったスタイルを選べることです。例えばフリートークを得意な先生もいるし、文法をしっかり教えてくれる先生もいます。私なら大杉千恵子さんっていう教師のプロファイルに気づいて、すごく優しそうな人で自分の言語の目標に合いそうなので、この教師を選びました。これは大杉先生との体験レッスンです。私はね、特に何を学びたいのか、日本語のどんなところが難しいのかという質問をよく聞いてくれまして、変な感じがするというフィードバックをもらいまして、日常生活のこととかについても話したり、優しい会話をするにつれていろんな日本語のことを教えてくれました。
そう大杉先生も YouTube チャンネルをやってるんですから、YouTube についても話したり、経験を共通し合ったり、本当に楽しかったです。間違いが多いと、よければ大杉さんのチャンネルもぜひ見てみてください。リンクは概要欄に書いてありますよ。ありがとうございます。はい、失礼します。愛登記には世界中に3万人以上の講師がいて、なんと150以上の言語に対応しています。もちろん日本語の先生もたくさんいるし、韓国語、フランス語、スペイン語とかも学べるんですよ。しかもサブスクじゃなくて1レッスンたった5ドル700円ぐらいから始まれるのもポイントです。もう毎月の工程がないんですから、必要な時に好きなタイミングでレッスンを受けられますよ。ちなみに今なら概要欄のリンクから10ドル以上のクレジットを購入すると5ドルの割引がありますよ。時事登記というリンクです。ですから私のように日本語や日蘭日のようにオランダとか他の言語を話せるようになりたい人はぜひチェックしてください。じゃあそろそろジェオプティテストでビデオを続けましょう。じゃあ1番はい彼は今新薬の研究開発にいる。意味はわかる？ちょっと桃の漢字みたいんだけどこっちはさ、意味が研究開発と、なんか薬みたいなものも入ってるから望んでる。正解は挑んでいる。で意味は新しい薬を作るチャレンジをしてるって感じ。なるほど。挑戦の挑がこれ。そっか。そうそう。まあさすがレベル高いからね。そうね。しょうがない。大丈夫。はい、頑張ります。じゃあ次、私の主張合ってる。は楽な。楽じゃないこれ。バカルックっていう時なんていう？簡単。単はその単。単なる？単なる？そうそう。で単なる？そう。なんか思わなかったね。ではなく。難しいなよ。これ知ってる言葉はなんかコントロリーランとか。そうね、確かめるでも。そうそれもある。けど確認じゃん。そう確認の確たる。そうへ確たるとかいろんな勉強になります。これは見たことあるけど、正じゃないねこれ。いやわからない。証拠に基づいてる。これは本当にわからない。じゃあこの1から4の言葉はわかるかな？漢字が全部難しいね。そうなんとなく一つしかわからないかも。その2番の思いのと4番ので3番は側面の。そう難しいね。私もオランダ語できないかも。じゃあまず文の意味は、私が言ってることはただ私が適当に言ってるんじゃなくて、ちゃんとしたデータがあるんだよってこと。じゃあ事実じゃないね。Het is niet mijn idee, maar er is echt een gegevens om dat te bewijzen. っていう感じで。もうちょっと説明しようかじゃん。いや。これは模索。この策っていう字が2番にもあるんだけど、そうどっちも検索の策と一緒。調べるって感じ。なので、はい、分かった。で、推測っていうのは予想のことになるし。で、4番の推理っていうのは、何かの数字が変わる。増えたり減ったりする。その変化のこと。3番かな。どうしよはう。い。なかなかできた。でもマジでこれは難しかったね。本当に困ってた。じゃあまた次。はい。このマニュアルの説明はややこしい。優しいか複雑。おお、いいね。一番の明確
白じゃなくて、合ってるよ、明確。あ、明確、うん、複雑でもいいかもしれないね。うんうん、3番かな。正解、やったそうそう、これ順番に書いてることが、duidelijk, vreemd, ingewikkeld, makkelijk で、ややこしいは複雑が一番近い。eindelijk。じゃあ4番で。おー、ごいや。 What is that？ いたわる。いたわる。いたわる、聞いたことない。なんか優しくするみたいな意味の言葉で、はい。すごい病気の人とか、なんか自分よりも大変な状態の人、弱い立場の人をいたわるのは大切なことです。まあそれは適切かもしれない。山田さんはこれまでのハーツワーカーだね。何々力努力をいたわってくれました。は孫孫が遊びに来たらいつもいたわっていました。まあこの選択肢の中でじゃあ4番見ましょう。政治家、国民の生活をいたわるべきです。ちょっと難しいよこれは。日本人でも間違えちゃう。1から4までも正解かもしれない感じがそうそうする。すごく問題を作る人が上手だと思う。そうね。でもやっぱり1番が一番いい感じがするので。私もそう思う。これで間違ってたらやばい。日本人として日本人としてちょっとプライドが。じゃあ読む音楽や美術、全部は読めないと思うけど、ちょっとそれか私が一回読もうかこれ。はい。音楽や美術。彫刻などのアートは知的と見る人の非常によって育てられる。早かったかな。そう大丈夫だったけど、難しい。いや漢字が多すぎるかもね。あとこのアートっていうそう当て字があるの面白い。じゃあ西がここで最も言いたいことは何か。無理かも。文章の意味は大体分かった。分かってない。どういう感じだと思う？オランダ語でもいいけど。Eerst gaat het over muziek en kunst. Ja. En over zeg maar echt producten uitbrengen of zo. Maar ところが en dan iets met artsen, algemene kennis voor mensen. アートってどういう意味かな。このアートは実践、手術をするとか。なるほど。はい、そうそう。分かった。やっぱり漢字は一番難しいところかもしれない。そうだよね。だいたい文法はわかるけど、言葉がわかんないとね。単語とかが多すぎるから。大まかに説明すると、muziek of kunst zijn gemaakt door. Als je slecht spelen, dus slecht midden. Oké, nu is het een stuk duidelijker. Ja. それなら、3番かな。ファイナルアンサー？迷ってる。1番か3番か。やっぱり1番かも。はい、ファーナーアンサー。Zeker? Ja. Het antwoord is, volgens mij, 3. Nee! Ja, sorry. Oké, even uitleggen. 頑張ってたのに。だから3番だと思う。3番だね。いやでもめっちゃ頑張った。そうね。N1 だから大丈夫。そう。これからだよ。じゃあリスニングをやりましょう。女の人が新しい製品の企画書について男の人と話しています。女の人はこの後何をしなければなりませんか？課長、明日の会議の企画書見ていただけたでしょうか？わかりやすく出来上がったよね。ありがとうございます。ただ、実は製品の説明がちょっと弱いかなって気になってるんですが。そうだね。でもまあこの部分はいいかな。で、この11ページのグラフ、これずいぶん前のだね。すみません。じゃあそのグラフは変えて、それから会議室のパソコンやマイクの準備はできてる？そちらは大丈夫です。女の人はこの後何をしなければなりませんか？グラフを変えてくださいと課長かな？課長。いやでも4番じゃないと思う。いやでもデータは全体的に悪いわけでもない。2番？フ
ァイナルアンサーもうやんないかこれ。はい。私は3番だと思やっぱり。う。そうなんでかっていうと企画書を見せたら、いいねって課長が言って、でもデータがグラフが古い、グラフイコールデータなので、なるほど。そっか。そうちょっとニュアンスが違うと思う。なんかグラフによって説明が明確じゃないと、私は分かったけど、データが古いところはちょっとそう聞かなかった。だからそれで、その後にパソコンはって聞いたら、大丈夫ですって言ったから、パソコンの準備はいらない。はい。製品の説明を書き直すは絶対言ってない。いやもうなんか私の日本の学校でやってた英語のテストとかでよくあるんだけど、このリスニングで出てくる言葉とこの選択肢に書いてる言葉は、類語シノニームなの大体。そうだからデータって言わないけど、グラフって言ったっていうのがめっちゃポイントだと思う。ひどいよね、こういうテストは。悪かったな。大丈夫大丈夫。ジョージアは日本学科の3年生だけど、私はオランダ学科5年目だから2年も差があるからしょうがない。これからも頑張り続けます。素晴らしい。じゃあ私は負けたので罰ゲームをしよう。めっちゃ難しいのと初心者レベルのやつどっちがいい？難しすぎなかったら嬉しいけど。じゃあまずゆっくりね。カエルぴょこぴょこみぴょこぴょこ合わせてぴょこぴょこむぴょこぴょこ。カエルぴょこぴょこみぴょこぴょこ3みぴょこぴょこカエルみぴょこ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 kikker springt 3 en meer die onomatope van springen ぴょこ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 むぴょこぴょこ。オッケー。カエルぴょこぴょこみぴょこぴょこ合わせてぴょこぴょこむぴょこ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 が言いにくいでしょ。そうね。オノマトペとかもオランダ人として少し言いにくいかも。そうだよね。じゃあこれからオランダ語力の声援トゥーツでビデオを続けましょう。Zullen we beginnen? Ja. Het is heerlijk stil in het bos. Afgezien de vogelgeluiden hoor je er niets. 森の中はめっちゃ静かで、鳥の鳴き声以外は何も聞こえない。そう。なんだろう。なんか私だったら behalve を使うけど、afgezien がつくから違うんだよね多分。そうね。Het heeft een vaste woord wat erbij komt. そうだよね。そうだよね。常にそのセットでしか使わないんだよね。afgezien いっぱい聞くけど、意識して勉強してなかったからわかんないけど、いやそうしよう。for bij Het lijkt erop. Het lijkt op voor. lijkt op voor Een beetje. vuur nee toch. Het begint met V. Oké. Van. Ja. Afgezien van vogelgeluiden. Oké, wel geleerd. 私もルール知らない覚えるしかないね。Nummer 2. Na al die maanden ben ik iets de conclusie gekomen dat we maar beter uit elkaar kunnen gaan. We maken te veel ruzie. 喧嘩ですね。かわいそうに。数ヶ月経って気づいたんだけど、やっぱり別れた方がいいと思うってことだよね。だからben ikと de conclusie の間に何か入れるんだけど、tot Ja, Oké. In 1 keer. Ja, gelukkig goed. 文全体の意味は en よりも分かりやすい。なんかそんな複雑な言葉が多いわけじゃないし、漢字がないのでスペルは大丈夫ですね。Wereldwijd lijden miljoen mensen iets diabetes, ook wel suikerziekte genoemd. 世界中で何百人もの人が糖尿病にかかってるっていう話ですね。Dit is lijden van dat je het negatief ervaart. Ja, oké. Lijden naar? Nee, dit gebruik je echt voor alleen dit. 病気とかも。結局知ってる言葉のどれかではあるはずだけど、by, from, for っていっぱいあるじゃん。そう。オプションがここにないから、
自分で見つけるうんってなると日が暮れちゃうかも。これにはアンあだよ。ー、ライデンあー、 Leiden aan. 初めて聞いた気がする。 Ik leid aan diabetes. そうなんだ。 Ik leid aan depressie. そうだね。そうそれもある病気にかかるそうだよね。そうそうだと思う。使わないもんな、あんまり普段。うん私でも元気すぎるかも。これ日ラ日のオランダ語はめっちゃ分かりやすくて一度もこれは問題にならなかったかも。そうなんか、人と話してる時に自分が聞く言葉が分かんない時は問題になるけど、自分が話す言葉はなんか合ってなくても通じちゃうから、こういう難しいのを覚えなくてもうん普通に生活できちゃう。完璧じゃなくてもいい。そう、もう一つやってみようか。Hij heeft geen gebrek aan じゃない？そう gebrek aan は覚えてる。えNa fantasie. De hele dag verzint hij de meest originele verhalen. Verzint って何？そっちがわかんない。想像する自分の頭でなんかこれでいいなと、こういうのあったらいいなーって感じ。そうあ、じゃあ妄想するが合ってるかも。でも verzinnen にはこれは本当じゃないという意味もあるよね。あるけど。 Schijnbare werkwoorden, jeetje. Ja, verschrikkelijk. 日本人のオランダ語あんまり知らない人がもし見てたら、一応、schijnbare werkwoorden っていうのは分けられる動詞っていう意味で、なんか長い動詞があって前と後ろに分けて文の中でちょっと遠くに配置できるっていう感じ。オランダ語の特徴と言えるかもね。そうだと思う。ドイツ語でもあるけど英語にはないよね。英語にはない。じゃあやってみよう。これは例文。そう分かんない場合も入ってるんだと。De wolken straks wel en dan breekt de zon door. De overdrijven. でもこれは本当にいうん。や私も使わないよこの動詞。そうだよね。雲が通り過ぎて太陽が見えるようになるかな。De wolken drijven straks wel over. OK。さっきよりはもう言葉がわかるから簡単かもしれない。Is het jou ooit dat je in de verkeerde trein bent gestapt? 違う電車に乗っちゃったことある？ってことだよね。Is het jou ooit overgekomen? ちょっと違う。Is het overkomt? いやそれもちょっと違う。何？ヒントをあげたら回答言っちゃうかも。だよね、だよね。多分簡単すぎて。そうね。なんか簡単すぎるかも。これ過去の話？そう過去の話だよね。はい。なんか肛門がつく他の動詞だったら、例えばアン肛門とかだったら、シャイバーの分ける時の間のところにフが来ることが多いからオフ肛門かなって思ったんだけど。いやでも例外かもね。あ、そうなの？じゃあオフ肛門？そう。はい、正解。Is het jou ooit overkomen dat je in de verkeerde trein bent gestapt? 難しい。そのままで。オランダ語はいつまでも難しい。Mijn buurman heeft gisteren een operatie overgaan. Overgegaan? Wacht even. 隣人が昨日手術をしたの下だよね。そう、その通り。普通だったら ondergegaan だと思うけど、overkomen が overkomen だったから ondergaan? そう。よし。はい、buurman heeft gisteren een operatie ondergaan。でもこの文法ならイントネーションもちょっと違うかも。Mijn buurman heeft gisteren een operatie ondergaan. Ondergaan. そう。ondergaan. Ondergaan じゃなくて ondergaan。そう。ondergaan もある？そう、ondergaan はあるものの下に。普通にね。例えば水に飛び込む？そうそう。水の下の水の中に入る。Limburg の人が beneden gaan を ondergaan そうなの？らしい。例えば今2階にいて1階に行く時に beneden じゃん。そうね。私アムステルダムの周りから来たのから
まあちょっと変と感じるね。そうだよね。ベルギー人みたいな、そうそうそう、風が、私より知ってるね。こういう南の言語。個人的にはアベエンとか、なんかノートホランツのハーデヘイとかの方が好き。ヘイが好きじゃない人も多いと思うけどね。確かに。でも私はオランダ語の勉強を始めた時にヘイを練習しすぎて、大学の先生にヘイが強すぎるって言われて、そうなの？そうもっと弱くしてって言われて、めっちゃ練習して、やっと今普通になった。そう、これは普通だと思うよ。だよね。でも私よりかも強い。そうかもしれない。そう、あまり使わないで、なんか、でもぜひぜひはずっと日本の日みたい。そうそう。ondergegaanじゃなくて、ondergegaan。難しい。一番苦手かもしれない。そうなの？その喋るときに自分が知ってる言葉を組み合わせて文を作る癖があるから、新しい言葉を入れなくても今ある言葉で作っちゃう。まあこのままで会話が普通にできるから、そうそう。あまり言葉を学ぶ必要がないし、気持ちわかるね。私も日本語でもう一緒だと思う。そう、ジョージアも日本語上手で普通に会話ができちゃうから、まあでも何度も同じ言葉を使っちゃって、そうそうそう、一緒。Wat is een synoniem voor spraakwater? Ja, de opties zijn alcoholist. いっぱい欲しい人だよね。そう。クレッツカウス面白いね。見たことないけど、クレッツンのクレッツとカウス。靴下という意味だけど、別のもの。OK。で、spraakwater。どっちかなんかあかベイだと思うね。あは、バーチャーがあるから、アルコールと水で液体っていう共通点がある。で、ベイはクレッツンとスプレーケンとかプラーツンが似てるから、スプラークワーツン、スプラークの方、意味はベイに近いと思う。でも、アルコール飲んだら、多分おしゃべりになる人もいるから、それはそうよね。スプラークワーツンのスプラークがそこから来てるかも。って思うので、あーでどうでしょう？正解。やったーそうね。よかった。よくオランダ語でアルコールは話すことができる水。ああ、そうだよね。スプラークワーター。そう。でも絶対私はこれじゃないんだよね。普段から喋ってるからお酒飲んでも意味ない。私もそう、まあ酔ってる経験はないから。そうだね。知らないけど。そうそうそう。まあ実は私もこれ知らないかも。あ、一緒に考えるか。そう。あは高いところ、頂点とか頂上にたどり着く。ベイは登る。そう。シェイは落ちる。だよね。なんかアーベイシェイがめっちゃ簡単なのに、この言葉だけ。そう。なんだろう。私はクリミナルのイメージもちょっとカタカナでクリミナルっていうから、確かにそれで考えたら似てる。クリミナルじゃないかな。そう、音が似てるから、多分引っ掛けるためにクリミナルが入ってると思う。私の予想はあーだけど、理由はない。そう。私も A が合ってると思う。そうね。オッケー。じゃあでも正解は何だろうね。ジョージアが知らないオランダ語は面白いな。そうね。私も知らない質問があって思わなかった。やったー。予想しただけで別に知ってたわけじゃないけど。フローレ？ Hoe noem je het? Is het echt wel een Nederlands woord of Frans? Als Italiaans. Italiaans? Ja, het klinkt een beetje als... Want Italiaanse werkwoorden eindigen vaak in re, andare, mangiare. Ik ken deze ook niet. Wat leuk! A. Iemand kwaad maken. Veel succes hebben. めっちゃ成功する。で、ロジマーカン、喧嘩する。私は B だと思わない。フローレって強い感じがするけど、なんとなく怒ってる印象が。じゃあ、ロジマーカンが近いかな？今使わずマーカンも。C だと思う。喧嘩する。Jij gaat dan voor C? Ja. Ik ga voor B. Voor B, oké. We gaan het zien. Oh. Het is B! Yes! En hoe dan? Verloren klinkt voor mij iets juist positiefs, zoals vieren of zo.
Waarom klonk het voor mij negatief? Geen idee. Is er misschien een ander woord dat ongeveer zoiets? ik denk, het doet mij denken aan vuur. Vuur. Fuoco, het Italiaans. Maar Misschien was je Italiaanse kennis juist niet goed voor je Nederlands misschien ja. Heb ik dan gewonnen? Ik had er eentje fout. En hoeveel had jij er ook weer fout? 2 denk ik. 2. Ja. Oké, dan heb je alsnog net verloren. Maar Ja. het verschil is echt veel groter. Nou, we hadden geen gelijke competitie omdat die vragen heel anders waren. Dat is waar. Dus het is prima. Maar wat moet ik nou zeggen in het Oké. Nederlands? Ik weet niet of je hem kent. De kat klapt de krullen van de trap. Ik heb het wel gehoord Heb hoor. je gedaan? Maar ik heb het nooit onthoud. Ja. De kat krabt De krullen. de krullen. Krullen. De kat krabt de krullen Van de trap. van de trap. De kat krabt de krullen van de trap. Zo. Ja, maar ik kan niet zo snel zeggen, Zo. denk ik. De kat klapt de krullen van de trap. De kat krabt de krullen van de Oké. Ja, dat is echt leuk om zoiets te proberen. Ja, maar we hebben allebei nog veel te leren. Ja, zeker. Ga niet stoppen hoor, geen Ja. zorgen. We blijven leren. Ja, Ons hele leven. ja. En daar gaan we ook Ja. zo video's maken voor mensen, toch? Precies. Om mijn Japans beter te maken en jouw Nederlands ook beter te maken. Ja. Hmm. En ik moet helaas terug gaan naar Japan, maar we gaan ooit weer zo... Sowieso. Ja, Ja. collaboratie kunnen. Ja. Misschien beide landen kunnen het wel ergens Ja, doen. ik ga sowieso ook nog wel een keer naar Japan. Dus dan kunnen we elkaar misschien weer ontmoeten. Ja. Dus volg Nichigans liedjes kanaal ook alsjeblieft. Heel erg bedankt voor het kijken vandaag. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En tot de volgende keer. Ja, tot de volgende keer. Doei! Mata kondo.